ちらが、スタッフの車両で、こちらが美容サロンですね。で、こちらが待合室ということで、こちらの車両は広島からはるばるやってきた花さんっていう、美容室の車両、移動できる車両ということで、かわいいあ、せり出す車両ですね。で、中日新聞の方が取材に来られてます。じゃ、どうもありがとうございました。今日は呼んでいただいて、俺が勝手に知らない間におおイクさんからはなんとなく来るよっていうのは聞いてて、そうあ、今日だと思って。で、1月とか2月ってなかなか来づらいところが能登の地震の後ですよね。そう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 で、もう3月入ったらまあいいかなと思って、イクさんにどうって言ったら、もう全然来てくださいっていうことだったんで、牡蠣食べる約束もしてたんで。そう、なんか今日の夜は中村さんの牡蠣をみんなで食べようっていう話になってましたよ。で、牡蠣注文するときにさ、あまりケチっちゃいかんなと思って、もう一斗かもう余裕で量いっぱいありますからっていう。で、今回サロンか、ヘアサロンか、連れて活動されるということで、かつてっていきなりすごいことやりだすね。まあでもあれなんですよ、能登のエリアにはキャンピングカーを、やっぱり宿泊が必要な方々には20台超える車両を貸し出ししてて、でまあいろんなところに行く中で、中川が仲良くされている、モスのモスヘアさんっていうところが、たまたま、移動の美容室を作りたいと、っていう話があって、でそれを中川のところに話があって、それでまあ彼も知らないんで僕のところに聞いてきたら、広島の活動の時に、とても仲良くしていただいた、松本さんっていう方がいらっしゃって、であの方がいすゞの3トンのトラックを、ベースに、移動美容車を作られていたのを知っていたので、それでちょっとお声掛けをしたんですよ。モスは輪島の美容院？そうです。朝市っていう場所の近くにあって、でもう本当にお店で、ヘアサロンをされてる。で、広島の方が花さん。花さん、で松本さんとパートナーの花さんがいらっしゃって、でその花さんの美容室で実際に普段は店舗型なんですよね。ただ月1回ぐらいまあいろんなところ回られて、お店に来られない方々もいらっしゃるんで、で実際に車両の中で使っていただいてるっていうことも伺っていたので。なんかぴったんこみたいなですよね、今回。うちはプラットフォームなのでマッチングサイトですから。そうですね。もう人と車をマッチングさせるんで、そういうのは一応は
考えてでご紹介しました。でなんか聞いたら野さん1月から来てるって。そうですね、はい、1月の8日からですかね。もうそういったキャンピングカーを集めて、みんなに宿泊してもらったりだとか、そういった取り組み。はい、そうですね、もともと災害系とかボランティアはやってたんですけど、やっぱりキャンピングカーのお仕事をさせていただいてから、やっぱりキャンピングカーを持っていくのが一番災害支援だとも思い始めたんですね。それは東日本もそうだし、熊本の震災とか、あと洪水とか、人吉球磨村の洪水もありました。熱海の洪水もありましたけども、ああいったところでもお車のお貸し出しをずっとしてたんですね。そうなんですね。はい。それでただ今回はカーステとして、何ができるかなといったら、やっぱりカーステは500台車両を持ってて、である一定の数お貸し出しが可能なので、当然オーナーさんが OK していただいてなんですけど、それで今回はいわゆる災害の現場で、やっぱり宿の問題で困られている方に車両を貸し出せるんじゃないかっていうことで、キャンピングカーを、だいたい20台ぐらいこちらの方に持ち込みをさせていただいてます。でその取り組みの中で今度動く美容室、タイヤのついた美容室があれなんですよね、要はさっき言った20代は、そもそも宿泊の代用なんですよ。でも例えばキャンピングカーってこうやって部屋と一緒だから、別に宿泊だけじゃないわけですよね。そうですね。こうやってお話もできるし、いわゆるテレワークもできれば打ち合わせもできるし、休憩仮眠もできれば、いろんな使い方がありますと。でその中にはトラックでああいうふうに、例えば移動美容師さんみたいな使い方をしていただいている方も、あとはフードトラックと呼ばれるキッチンカーの大きいものを作られている方もいらっしゃってるから、やっぱりそのモビリティの中で用途がニーズがあれば、そのニーズに対していろんな用途をご提供できるのがやっぱりモビリティの面白さなので、それで今回はヘアサロンというお題をいただいたので、もうしめしめとはいじゃあっていう。でも喜びますよね。もうなかなか動けない、移動できない人が多いじゃないですか。特に災害の後って避難されてる方たちで、避難されてるから髪の毛伸び放題でもいいかって、そういうわけにもいかないし、避難所にいるってことは人目があるってことですよね。でご自宅だったらまだボーボーなのか長いのかでもあるかもしれない。避難所にいらっしゃったり支援物資もらいに来てたら、やっぱ人と会われるわけですよね。余計ですね。余計実はニーズが高い。ただやっぱり日本の中でいうと、いわゆる床屋さんと、それから美容室っていうのがちょっと用途が違うじゃないですか。で床屋さんもいらっしゃったんですって。ただやっぱり女性の皆さんが多いんです。男性も切っていただいてるんですけど、だいたい6か7割ぐらいが女性で、やっぱり3割4割ぐらいが男性で来ていただいてますが、やっぱりまずは身だしなみをちゃんとしたい。だから逆に言うと、それだけでもちゃんとするだけでシャキッとされるとか、さっぱりされるとか言っていただいてるんですよ。だからすごいやっぱり今回来ていただいてよかったなって思ってますね。メンタルケアにもなりますよね。多分ご存知のように、床屋さんも美容室も、昔アンケートがあったみたいで、要は美容室って何で選ばれますかと。腕で選ぶことも当然あると。でも実はやっぱりその美容師さんとのコミュニケーションってすごい大事みたいで、やっぱりお話皆さんされるみたいなんですよね。でそうすると
ちょっと言いづらい吐き出し口、知ってる人じゃないから話せるんですよね。でまして、地元の美容師さんとそれから広島から来ていただいてる美容師さんといらっしゃるから、またこうちょっと話しやすかったりっていうこともあるみたいで、すごいだから髪とか美容以外のなんかこう気持ちよさみたいなものをなんか感じてらっしゃるみたいですね。すごい取り組みとしてはもうすごいいいことですよね。災害あがれて、ちょっと気持ちね沈んでる方たちが多いわけじゃないですか。そういったところで髪の毛きれいになって見た目がきれいになって心もねなんかほっと癒しみたいな感じでできるっていうのは、僕らはもうニーズがすごい大事だと思ってて、最初から企画したわけではないんですよね。そうですね。移動美容者ないって聞かれたからなんですよ。ただものすごい学びが多くて、だから僕やっぱり今日すごい思ってることは、僕らは車しか持ってない、で移動と宿泊とかこう居住スペースあるものはある、でもこれをどう使うかは僕らは分からなくて、で髪の毛を切れるわけではないんですね。だからやっぱりその辺りを踏まえると、やっぱり髪の毛はモスさんとか花さんが切ってくれるわけですよ。僕らはただ単純に居場所を提供してるだけなんですよね。でもこれ掛け合わさるとおっしゃられる通り、なんかすごいいろんなものが相乗効果が生まれてて、僕は今回100組ぐらい体験実際にいただいてますけど、逆に100組しかなんですが、それでもああよかったなって思いましたよね。で僕愛知県一宮から今回今日ここ来たんですけど、正直雨じゃないですか。でお客さん来てねえんじゃねえかってぶっちゃけ思ったんですよ。で来てみたらお客さんが並んでるじゃないですか。でしかもキャンピングカー3台でしょ。1台がスタッフルームで1台がサロンカーでここが待合場所待合場所までお客さんいるっていうことで、そうあれなんですよ。美容室はサロンじゃないですか。で待合所もサロンじゃなきゃいけないんですね。だからそうするとこうやって膝つき合わせて最近どうですかっていう。だから僕はもうこうやってある種移動美容者を開いたら、あとは僕やることないんですよ。だから僕はもうコーヒー入れて皆さんどうぞこちらへって言って、そこで最近のお話を伺うだけなんですよね。待合所は野瀬さん担当だったんですか？そうですそうです。もうここは僕が担当で、でそれでちょっとこう状況とかを伺わさせていただきながら、おっしゃってた髪の毛最近切れてますか？今日でも最近じゃなく30年ぶりに来たって方がいらっしゃって、美容室に。でこの30年ぶりはせっかくこんなの近くに来てくれてるんだから30年ぶりにもう震災ちょっと関係ないとおっしゃってた、笑ってらっしゃいましたけど、ただやっぱり被災はされてて、でもやっぱりすごい良かったなって。だからもう本当にこう震災後初めて来たっていう方も、それから震災前から30年ぶりにいらっしゃったっていう方まで、いろんな方々来ていただいているのが今の状況ですね。こういったモビリティでの取り組みで、今後なんかマッチングすることがあれば、今後もなんか新しいことに挑戦していくっていうのはカーステーションの中ではあるんですか？今うちの車両おそらく中村さんなら多分分かると思いますけど、レンタカーのキャンピングカー屋さんって車種が少ないんですよ。でなぜなら修理するところが全部違うから、使い方も違うから、スタッフも覚えるの大変なんですよね。でもうちはオーナーさんがいて、オーナーさんがお貸し出しをされるんですよね。そうですね。ってことは要はうち100車種以上あるわけですよ。いろんな車両があるんです。
でそれはキャンピングカーだけではなくて、サウナカーと呼ばれるものから DJ カーと呼ばれるものから、 DJ？ はい、いわゆるフェス会場で使っていただけるような、音楽のミキサーが車の中に入ってて、ハイエースの上がお立ち台になってるみたいな、そういうはい、パリピ用の車両なんかも、ホームページ載ってましたね。出てます。はい。いろんなのがある。でそれはキッチンカーの要素もあるし、それからその後いろんな用途が多分増えてくる。でさっき申し上げたように一番シンプルなのは移動と宿泊の代用がベースですけど、でも多分やっぱり先ほど申し上げたように食事が取れたり、それからサウナに入れたり、トイレカーがあってシャワーカーがあってっていう風にやっぱり徐々に広がっていくと、それは多分一つのホテルとか、それから場合によってはテナントみたいに、要はショッピングセンターだったり、商店街だったり、そういうのがモビリティで提供できるところまで、もう間もなくできそうな状態になってくるだろうなと思ってるんですね。でそうすると本当にエリアとかニーズによって、いやうちはねもうスキーの時に使いたいんだよとか、うちは、海水浴の時に使いたいんだよとか、でうちは森林の中でサウナで、川の中に飛び込みたいんだよとかいろんな多分用途があって、でそれは、災害の時は災害の時に貸し出せたり、コロナの時はコロナのいわゆる医療現場にキャンピングカーを貸し出して、診察とか、発熱外来とか、いろんなやっぱりまた用途で使っていただけるんですね。ただやっぱりこの普通の部屋をやっぱりどういうふうに使っていただくかはお客様のニーズ次第だと思っていて、そこをきっちりとご提案できるときっちり我々がプラットフォームとしてマッチングしやすいかなっていうふうに思ってますね。もういろんな車両がガッとさっきも言ったけども、一つの村ができちゃいますよね。はい、おっしゃる通りです。モビリティビレッジなのかキャンピングカービレッジなのか、でそれが旅レジャーで使っていただいたり、災害で使っていただいたり、コロナのような有事の時に使っていただいたり、本当にいろんな使い方で、いわゆる村だったり、まあ本当は町だったり、そういうようなことで徐々にこうモビリティが広がっていくと多分いいんだろうなって思ってますね。わかりました。じゃあ今後もなんか長野の方での取り組みだとか、いろいろ展開されてて、なんかありますか？はい、ありがとうございます。まあ直近で言うと大きくは能登がまず一番今やり取りの中ではすごく比重が高くなってますが、やっぱり旅レジャーで考えると長野県の松川町、こちらは車中泊の推進プロジェクトということなので、どんどん多くの方々にキャンピングカーで長野県の松川に来ていただく。であともう一つは香川県の琴平町というところがありまして、ここは金毘羅山が、有名なところですけども、あそこは逆に言うとワンコと旅ができるそういう町なので、ここもキャンピングカーとか車中泊が実はすごく相性が良くて、ここはウィズペット琴平散歩っていうのを実際に琴平町と一緒にやってたりするので、今年はこういったところを含めて広げていくような形になりますので、ぜひキャンピングカーとか車中泊される方、あとワンちゃん飼ってらっしゃる方も含めていろいろとウォッチしていただけたらと思います。そうですね。もうカーステ何しでかすかわからないんで目離せないですよ今後も。とんでもないです。またイベントね各地でやられると思うんですけれども、その時ぜひお声掛けしてください。よろしくお願いします。のでよろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございます。お
お疲れ様です。はい、お疲れ様です。スカイチーズ。大丈夫ですよ、大丈夫です。アップではい、チーズ。はい。ちょっと確認してみてください。そうです。避難所とかで。避難所にいます。はい。ちなみに今日利用してみてどうでしたか。はい、助かりました。でもね、なかなか避難所にいると普段の生活でできていたことがなかなかできないので、はい。ありがとうございます。はい。まず、モスヘアサロン。正式名なんですか。ヘアモス。あ、失礼しました。ヘアモスの酒井さんです。はい。はい。はい。今日お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。輪島の朝市のあれですよね。近くですね。はい。今回、実際にこうちょっと経緯を教えていただきたいんです。はい。こうやって移動の美容者がここに来たっていうちょっと経緯を、はい、酒井さんからお話しいただきます。はい。自分たちも被災して、うちの美容室は幸い無事だったんですけど、今後こういう訪問美容っていうジャンルがあるんですけど、それをしていくにあたって、やっぱ大きな車両とかが必要なんじゃないかなっていう思いがあったんですけど、じゃあいざそれを詳しく知ってる人とかがいないかなってことで、そのお声をかけさせてもらって、で野瀬さんにつながり、で野瀬さんが、花ヘアさん、広島の方、知ってるってことだったんで、でご紹介いただいて、で最初はメッセンジャー上でやり取りしてたんですけど、もう見た方が早いだろうってことでで来ていただく、じゃあボランティアしましょうっていう流れですね。ですよね。だいたい1日30組ぐらい、今日で4日目ですが、どうですか、なんか手応えみたいなのありました？いやー、かなり久しぶりにこんなに、たくさんの人に来ていただいて、僕ら自身もこういう美容院のまともに営業みたいなスタイルをやったのが本当に年末ぶりなので、心地いい疲労感があり実際車両は使ってみた時に、どうですか？なんかこう使い勝手含めて。使い勝手はもう普通に店舗としてある美容院と何ら変わりないので、もう使い勝手に関してはもう文句なしですね。あれですよね、最初はハイエースぐらいのやつをベースにって話もありましたが、でも実際はでもやっぱり今後こういうようなものを持つ持たないでいうと、ある程度方向性はなんか決まってるんですか？そうですね言いづらいことがあっても全然、そこはいいと思いますが、なかなかこの規模ってすごい魅力は感じるんですけど相当覚悟いるなとあれじゃない売ってもらったらいいのに金額次第あれなんですよね、実際なんか中入ると本当に車にいる感覚ないですよね。ないですね。本当にただのって言ったら変ですけど、本当に店舗としての美容院そのものなので、なかなかこれは多分石川県にあるのかな、この規模が感じですね。実際100名ぐらいでね、一部全てではないにしてもいろいろな方々とお話しされて、こう来ていただいてなんかこうお声みたいなのありますか？皆さんご利用者に。一番はやっぱり今回選んだ地域もこの自衛隊の入浴支援がないところをメインで考えさせてもらったので、まずこうやって
なんですか、カットだけじゃなくてシャンプーもできますっていうのがやっぱり皆さんシャンプーもしてもらえるのみたいな声が非常に多かったので、そこがかなり一番喜んでいただけた点かなと思います。その声は本当に多かったです。一番水も苦労しましたかそうですね水関係は本当に排水含め、排水含めちょっといろいろ一番動きましたね。実際はやっぱりこうもうご自宅に戻られてる方、避難所に残られてる方、いろんな方々いらっしゃってますけど、なんかこうやっぱりお話ししてなんかこう感じることってありました？僕も被災した身なんで、そちらのお家の状況どうでしたかっていう、情報交換しつつも、やっぱり皆さんその辺のことを喋りたい方非常に多かったんですが、あと年配の人とかだと僕らは SNS で情報を取れたりするんですけど、なかなか年配の方まで行き届かない点もあるので、あそこでこういうのやってますよっていう情報交換できたのはかなりでかい。町屋スペースでもお話しするとね、もうお一人で住まれてる方結構いらっしゃって、いますね。でそうするとおっしゃられる通り情報が意外と足りなくて、で誰と何をでもうご自宅に戻っちゃってるから、ってのありますよね。なのでだから、例えばですけど、こんな移動美容室とかじゃなくてもいいんですけどね、なんかこのカフェでするような、なんていうんですか、日常会話ができるような場所もあるべきではないかなと感じました。避難所の人らはそれが勝手にできてたりするんですけど、実はね、待合スペースはカフェ。そうなんですコーヒー入れて、で実際に皆さんとお話しして、でもう僕は聞いてるだけなんです。やっぱりこうあったかいものがあって、で僕と喋る時もお友達とご一緒されてる時も、実はやっぱりああいう空間って必要なんだなって。だからヘアサロンはヘアサロンなんですけど、意外とサロンという言葉はすごい大事。そうですね。その社交場の一つとしての働きも絶対あるなっていうのは感じました。じゃあ、カーステイさんとしてはもう今後もこういった新しい取り組みに挑戦していくっていうか、もうお得意ですよね、野瀬さんの。でも僕一個だけやっぱり思ってるのは、ニーズがあることがすごい大事なので、ニーズを掘り起こすってこともあるんですけど、やっぱり今回僕要望もらわなかったらやってないんですよ。やっぱりその要望は 120% 答えたいと思うから、だからやっぱり要望いただいてよかったなってすごく思います。そうですね、今回ニーズから始まった話ですもんね。そうなんです。だから逆に皆さんにも喜んでいただけるけど、ご本人たちに一番喜んでいただくのがすごい大事なんです。やっぱりそういうニーズがちゃんとこう言っていただけたら、やっぱ受け止めたいなってそう思いますね。今回100人は3日間4日間の100人で、正直100人僕来ると思ってなかったんですよ。今日も雨だし、お客さん来てないんじゃないかなと思ったら並んでましたもんね。そうなんですよ。で実際に避難所からもちょっと離れたところで、こうやってお車でいらっしゃってやっぱり来ていただくっていうところは素晴らしいですよね。そうですね。もうニーズあったということで、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。これいくさんの車？これは基本的に奥さんメインで使ってるんですけど、今回ちょっとこれの水が必要なんで、トランクに200、300リッターの水積んでるんですよ。こっちの水がなくなったら、あそこのタンクの水を注水してっていう形。
1日500使うとかなんとかって。そうですね。人数によっては。人数が多かったら、こっちに積んできたお水と向こう両方使っちゃうんで。予約は正味いっぱいですか？いっぱいですね。もう昨日とかも3、40人ぐらい入ってたんで、大体毎日そんな感じですね。みんな主催して、なかなかこう美容室行けないっていう方々とか、そこまでなかなかたどり着きにくいっていう方々もいらっしゃるんで、すごい喜んでます。そうですよね。みんなカットしてもらって、ちょっと避難所の方に行って、すごい綺麗になったって喜んでる方々もいらっしゃるし、写真撮ってみたいな方もいらっしゃったんで、そういうの聞いてると本当にやってくださってて、よかったなっていうか。で2人並んでいただいて、はい、どうもチームシルク中村です。今日は、広島県でしたよね。はい、この度の震災に際し心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈りしています。今回広島から災害支援車両として駆けつけた広島のヘアサロンカーは、実は DIY で製作されたものだということでした。次回は3トントラックベースの車両を製作者さんとオーナーの花さんに紹介してもらいます。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。